美味しいものがありゃどこまでも飯旅。今回のメッシュとビーは東北秋田能代横手界隈。今回の動画は4年前に秋田を訪れた時の総集編。 YouTube を始めたばかりでお店探しも下手くそだし、ひどい撮影と編集になっておりますので、あらかじめご了承ください。それでは早速Let's get it started. 1. Akita Satoyosuke。 稲庭町はもともと良質な小麦の産地で、これに着目した秋田藩主が稲庭の村人たちに命じてうどんを作らせたのが稲庭うどんの始まりなのだそう。当初は藩主への上納品でしたが、宝暦2年には藩を代表する名産品として将軍家や各大名にも絶賛されるようになったんだそう。明治以降は天皇家に上納されたほどで、当時の稲庭うどんは高級品、一般庶民が口にするのは難しかったんだとか。さすがは天皇家に上納されたうどん。洋介さんのうどんはやはり見た目のツヤがすごいですね。食べるのがもったいないくらい輝いております。初めての時は見とれちゃって食べるの躊躇しちゃったよね。ねえ、稲庭はやはりそばと一緒で冷たいのがいいですわ。あったかいのも美味しいけどね。ごまとかつおの2種類の漬け汁で味わえる二味せいろも素敵ですが、私はやはりスタンダードなかつおつゆが好きです。そうだね。でも洋介さんのこの麺はパスタっぽくカルボナーラとかクリーム系で食べても美味しいんじゃないかな。カレーにも合いますしね。そうそう。そういうあったかいやつがいいなって。2. Akita Chinatown。 超ベタなんですけど、秋田のソウルフードとして有名なちゃんぽん専門店チャイナタウンさん。北海道ではちゃんぽんというものはあまり馴染みが薄いですからね。リンガーハットですら国内600店舗近くあるのに、北海道には数店舗しかないという。そうね。ちゃんぽん置いてるお店も少ないもんね。長万部の浜ちゃんぽんは昔からあるけど、あれはまたちょっと違うイメージのちゃんぽん。ちゃんぽん言うたらビール、焼酎、日本酒、ウイスキーごちゃ混ぜ飲みみたいな印象しかないすすきの育ち。なあ、まさにそんな感じね。だけどこちらのちゃんぽん、あんかけってのが独特なんです。ね、溢れそうなんだけど、あんかけのあんが溢れさせないというか、表面張力が半端ない。そうそう。スープの上にあんが蓋してるから冷めないんだよね。これがやけどには注意が必要だ。太ストレート麺が嬉しい。食べ進めるにつれて上のあんがなくなってサラッとしてくるのもいいよね。後半は底の方からサラッと系のスープが現れて変化を楽しめるのがこれまたいい。塩ちゃんぽんもブラックペッパーで味変できて飽きずに食べられるし、味噌はラージャンで味変すると最高だね。昔の札幌味噌ラーメンっぽい懐かしい味がして、おいちゃんこれ大好きちゃんぽん。私も。 3. Hachi Rogata Hatae Kashiho。 待望の畑江かしほさんのあんごま餅。我々にとってこれが秋田のメインと言っても過言ではありません。ごま大好きだから本当に餅で美味しかったですわ。前日も来たんですけど、まさかの定休日でね。チーン、火曜日定休なのでご注意を。決して感動するような美味しさではないんだけど、不思議な麻薬性のあるあんことごまのハイブリッド餅。本当に食べ出したら止まらなくなるやつ。甘いあんこと香ばしいごまの風味がお互いの甘さを和らげ混ざり合って、ちょうどいい塩梅になってんだね。これがバックバック食べてしまう。これは名家ね。地元の方々がたくさん買いに来てた理由がよくわかりますわ。そう、飯旅的日本三大和菓子の一つです。は4. Akita Custard Leaf。 い。こちらも寄っちゃうポイントのカスタードリーフさん。これがなかなかの麺シュークリームでしてね、重量感がすごいんです。カスタードがパンパンに入ってて、比重ではナンバーワンクラス。そうなの。隙間なくタップタップにクリームが詰まっているもんだから、食べる難易度もナンバーワンかも。噛んだら横からカスタードが出ちゃうし、噛まないと食べ進めれないし、とにかくたっぷり重たいくらいカスタードが入ってて美味しいんです。これ150円ってすごくないって言ってたんですが、このご時世さすがに去年値上げされ、現在は200円。いや、それでも安い。くどくない上質なカスタードだからバクバクいけちゃうのよね。だけどこれ車の中で食べたら大惨事になりそう。なのでお気をつけ遊ばせ。 5. Today's katsu curry. Noshi Lo
Nakagawa Shock Door. JR 車両基地のようなかなり偏僻な立地にあります中川食堂さん。11時から13時という超短期決戦のお店。はい。かなりの歴史を感じる店構え。ベテランの母さん2人で営むお店で、昼休みの男たちがパラパラと集まってきて、あっという間に満卓。すごいのね。次から次へと吸い込まれるように来らっしゃる。なんとこちら、意外にも合理的フードコートシステム。呼ばれたらカウンターに取りに行くセルフ方式の食堂。あの規模の食堂でセルフな。意表つかれたけれど、その分料理が早く出るからいいわね。まったくだ。それにしても爆盛り半端ないお店でね。もう無理っつって途中棄権したんだけど、お皿にご飯が丼2杯分ぐらい残っててしまった。ってことは、丼4杯分のご飯量だったってこと？そうなんです。そうと知ってりゃ、ご飯半分でお願いしますって言ったところだが、時すでに遅し。驚きなのは、アディショナルカレーが最初から乗ってくるんだよね。マジで？そんな店見たことないよ。そりゃそうだ。この飯量だもの。ルー足らなくなるって。なるほどね。なんて良心的なお店。ね。6. Yoko Tei, Fujiharu Shock Door. 2月に行われる伝統行事。鎌倉でも有名な横手市にやってまいりました。横手市は秋田県東南部に位置する人口約8万3000人の町。横手の雪祭りのミニ鎌倉は幻想的でいいよね。450年以上の歴史があるそうだよ。でも冬にはなかなか東北には来ないからね。一度も見たことないんだけど。ねえ、素敵よね。見てみたい。そんな横手のご当地グルメといえば、やはり横手焼きそば。9年連続で焼きそば四天王に輝いた名店、藤春食堂さんへ。開店前から大行列でしたが、開店時間を20分も前倒しして開けてくれたんだよね。時間前倒しオープンは本当にありがたいですよ。感謝、秀樹。感激。これがね、ちょっと麺食らったわ。そりゃ麺食うでしょう。焼きそばだからね。一般的な焼きそばのような濃厚でこってりしたソース味とは異なり、ウスターソースに独自の出汁をブレンドしたやや水分が多めであっさりとした甘口の味付けが未体験焼きそば。これは横手でしか味わえないタイプの焼きそば。そしてこの料金設定だ。これぞ庶民の味方焼きそばってさね。これなら腹いっぱいでも近くに来たら食べちゃうよ。腹いっぱいなら食べる必要はございません。だって 1,2 年に1回しか来れないんだよ。だから太っちゃうんだよ。確かに。食べ終わったらすんごい行列になってたね。ね。 7. Senboku and Door Jozo Motto. 創業170年余りの歴史を誇る老舗の醸造元、安藤醸造元北浦本館さん。こちらでいただけるのがなんと名物醤油ソフトクリーム。お醤油の香ばしさとコクがミルクの甘みとマッチして、まるでみたらし風味のような深みのある味わいですね。そこまで醤油感はないんだけれども、ほとんどないとも言う。甘さとしょっぱさの無限ループがトグルを巻いてる感じで、意外とあれって感じでペロリンチョ。近くに来たらぜひ立ち寄りたいペロリンチョで。Akita, Tonkatsu Takatsu. 秋田ナンバーワンと評判の低温調理とんかつ店、とんかつ高津さんへお邪魔しました。というのはもう4年前。はい。秋田訪問の楽しみの一つでもありました。とんかつの名店高津さんは残念ながら2025年6月をもちまして閉店してしまったということを知りました。また惜しい店をなくしてしまいましたね。ねえ、どうして私たちの好きなお店はどんどんなくなってしまうの？本当だよね。あんな素晴らしいとんかつが1500円ぐらいで食べれていたなんてアンビリーバボーですよ。あれだよね、そもそも林 SPF ポークの美味しさを教えていただいたのがここ高津さんでしたからね。あ、そっか、そうよね。仙台の勝生さんもなくなっちゃって、秋田の高津さんもなくなっちゃって、ヤクルトの高津監督も辞めちゃって寂しいね。本当だね。頑張ってほしかったな。高津さんには飲食店ドリームを見せてくれたお店だったからね。飲食店ドリーム？飲食店開業ロマン。無修行状態からの独学脱サラ開業から数年で食べログ日本4位にまで駆け上がった夢を見させてくれる素晴らしい名店でございました。秋田の皆さん、高津さんが復活したら教えてくださいね。よろしくお願いします。残念でならない。また高津監督のクリスタルキングのモノマネ見たいな。何それ？知らない？これ
ひどいね。ポッポ並みに。何言ってんの、高津さんに失礼だろ。ごめんなさい。あ引く。ってことで、秋田の皆さん、あ、ぜひコメント欄で秋田の美味しいお店教えてくださいな。よろしくお願いします。次回のMesha to be were. Gachi de mata tabathai. Nigata nagaka kaiwai des. O tano shimi ni. See you soon. 飯旅ではいろんな地域の動画を公開しています。飯旅地名で YouTube 検索して気になる地域の動画を動画ご覧ください。よろしくしなくちゃ。将軍家や各大名2回目、当時の稲庭二段は高級品。何か問題でも。どうぞ。とにかくたっぷり重たいくらいす。JR 車両基地のようなかなり偏僻な立地にあります中川食堂さん。もしもーし。まだ終わってないぞ、君ので。もしもーしさて。のミニカノマ冬にはなかなか豆腐は食うよ。湯豆腐美味しいよね。と評判の低温調理とんかつ店、とんかつ高津さんへ。高津さん。